ぽよ散歩。ひょんなことから世界中を旅することになったぽよです。今回はモンテレーです。皆さんこんにちは。私は今カナダのピアソン空港におります。トロントでの7日間の観光を終えてこれから出国します。フライトがなんと深夜2時ということで、これからラウンジに向かいます。今回はこちらのラウンジを利用します。エアカナダのラウンジ食はこんな感じです。いいね、ガーリックライスとかあるよ。これはアジアン BBQ チキン。わあ、豆腐とか、うわあ、いいね、最高。こことかはサラダのコーナー。彩り豊かだね。デザートコーナーも充実です。お酒のコーナーはこんな感じ。炭酸もねあっていいね。閉まるのがね、まさかの11時15分、ということで、もう入ったらあと10分で閉まればよって言われちゃったから急いで食べてます。本当はね、もっとゆっくりしたかったんだけど、最初パナマ行くんだよね。パナマ行った後にそこからモンテレっていう形です。だからもう早く入ることもできなかったんで、空港内に。だからこの時間になったらもう全然ラウンジも利用できず残念。でも本当すごい綺麗なラウンジだ。なんかシャワールームもあるらしいよ。今度ゆっくりしただけ使いたいねなのでラウンジからのレポは以上となります。まさかの滞在時間5分ということで、こういうこともありますね。でも深夜便をね発着させているのであれば、ちょっとだけ営業しててほしいなというのが本音ですが、航空会社が違うのでそこは仕方ないかなと思います。ちょっとでも食べれたのでよかったです。ピアソン空港めちゃくちゃ広いです。ここからゲートから乗るんですが、まだ1時間ちょっとぐらい時間がありますね。こんなに綺麗なバーもあります。ワールドカップも奥でやってるけどもう閉まっちゃうのかな。はい、今搭乗ゲートが開きましたので飛行機に乗り込みます。ではパナマから乗り継いでのフライト頑張ります。ご覧の通り 100% の乗車率です。すっごいみんな試合見てそのまま夜中の便で帰るっていう超タフですね。はい、第1のフライトが終わりました。だいたい5時間ぐらいのフライトでしたね。パナマの空港、冷房がめっちゃ効いてます。初めて来ましたね、パナマ。空港は本当に綺麗です。オセアニア諸国の規模感じゃなくて普通に大きい空港ですね。そしてめっちゃ綺麗。本当に驚きました。この後また1時間後にフライトがあります。普通に長袖を着ててそれを脱いだんですけど、鳥肌立ってきた。めっちゃ寒いのでまた来ます。結構ギリギリの乗り継ぎ時間だったんで、飛行機がちょっとでも遅れたらアウトだったんですが、無事に搭乗口まで来ることができました。空港ねすごい綺麗なんですけど、さっきトイレに行ったら洗面台4つあるうちの2つがねもう詰まっちゃって大変なことになってましたね。その辺はやっぱり先進国とはちょっと違うなって感じです。奥に見えるのが乗ってきたコパエアラインズ、初めて乗りました。一応スターアライアンスの
仲間らしいんですけど、座席の感じはジェットスターをちょっと広くした感じ。背もたれがめっちゃ直角でしたね。それでは時間になったので飛行機に乗ってまた4時間ぐらいかな、フライト頑張ります。朝ごはんのお時間第2弾でございます。なんと先ほどの瓶と同じ朝食です。フルーツの数だけちょっと違うね。いただきます。無事に到着いたしました。これ3分16カ国目になりますメキシコです。この場所は全くメキシコ感がありません。今空港着いて外出て、で空港からね市内結構離れてんだよね。だからこうやってタクシーとかすぐそこにはレンタカー屋さんがあるから、それ使って市内中心部まで行く感じ。ただタクシーはね、流しのタクシー危険だったりぼったくりあるから、みんなこうやって正規のタクシー使ったりしてるね。メキシコはウーバーあるからさ、それでそのまま行ってもいいしね。ウーバー便利です。なので僕らはウーバーしていきます。もうね、空港からすでにねワールドカップって感じだよね。さすが世界規模の大会だよ。この到着に合わせてね、いたもんね。ウェルカム隊の人たちがいたんですけれども、ちょっともういなくなっちゃいましたね。その人たちからなんかねブレスレットもらったよね。はい、もらった。どうぞどうぞ、手割れてるよ。簡単な質問もちょっといいですかっていうことで答えたらこれをもらいました。もう本当にね、今日の試合、例えば今日メキシコと韓国戦何対何だと思うって言って、メキシコが勝つよ3対1かなとかって適当に言ったらこれもらえた。いいね、嬉しい。ラッキーだったね。開けてみましょう。中はこんな感じ。おー、ビーズでできている。そして紐でつけられるようになってるんだ。いいね。これモンテレーの略語で MTY、 そして2026のワールドカップって意味の文字がここに書かれてるからいいじゃん。すごい記念品になりました。これ早速つけていくでしょ。いきますね。早速つけました。じゃじゃーん。かわいいね。色もかわいい。なんか日本のユニフォームの色に似ている。確かにサムライブルーに似てるね、はい、いいね、高まるね。これつけて会場に乗り込みましょう。空港の中にはチュニジアの国旗とか、奥には日本の国旗もあるよ。ワールドカップで対戦する国の国旗がありますよ。このカウンターにもさ、今チェコと南アフリカが試合やってるから1対0とかって書かれてるんだよ。こうやって日本の国旗もね飾ってくれてるけど、ちょっとなんか向きがあんま良くねえな。よれちゃってるよ。全部の国旗よれ。まあでもこうやって飾ってくれてるだけ嬉しいよな、この遠い異国の地に。はい、こちらウーバーで無事に車に乗車できました。車内がね、もうメキシコの陽気な音楽が流れていて、とっても気分が上がりますね。そしてメキシコ、本当に思った以上に暑くてびっくりしてます。車内はねエアコンが効いてるのでとっても快適です。ウーバー様々です。奥にあんなに大きな山が見えます。結構山脈に囲まれてるんですけど、岩がねギザギザした岩で迫力がある。空港から約20分ぐらい車で走らせて、ちょうど先ほどハイウェイを降りたところです。街にやってきましたよ。建物がすごくカラフルで可愛い街並みです。この陽気にぴったり。道は結構急に狭くなって、ここはまあ一通なんですけど、車は2車線分ぐらいかな通れる。
だいぶ細いです。そしてレンガ造りみたいな、石造りみたいな感じなので結構揺れます。でも街並みはとっても可愛い。では早速お部屋の中を見ていきましょう。おー、広い。ベッドが2つありますね。もう十分の広さじゃないですか。そしてなぜかお水がね1本だけあるんですけれども、色がなんか桃の天然水みたいな色してる。普通のお水ですね。こちらの中は何もありません。すごくシンプルな作りで、もうベッドルームとここのバスルームっていう感じですね。バスルームは白を基調にしている感じですね。まあ汚れとかはあるけど、わりかし年季の入ったホテルなので許容範囲です。で、石鹸とシャンプーとボディーローションがついてます。シャワーはね、こちら上から出るタイプのものです。まあやっぱり白いからね、汚れは目立ちますけれども全然許容範囲。エアコンもバッチリ効いております。窓からの景色はこんな感じ。もう柵がねあって、あんまり外から見えないようになってるね。これは防犯上かな。もうガラスの向こうほんとあちあちです。それではこちらにお世話になります。ということで準備をして外に出てきました。こちら日本代表のアウェーユニを着て街中散策、レッツゴー。皆様分かりますか、この日差しの強さ。日差しが強いだけじゃなくて空気がね、熱風です。熱風、本当に暑い。なんか日本の真夏とはまたちょっと違いますね。じゃーん、路上でユニフォーム売ってますね。メキシコ代表の色が可愛い。まあ本物かどうかはねちょっと分かりません。ほぼ 100% パチモンだよこれ。今日メキシコ戦がね本当に行われるんで、街中結構熱気高まってると思います。これ本番になったらやばそう。今日もしかしたらね店じまいを早くするところもあると思いますよ。いいね、アコーディオンを奏でているおじさまがいる。メキシコって感じの音楽だ。ホテルから10分くらい歩いたところにあります。こちらがモンテレーの中心広場、その名もマクロプラザです。わあ、噴水が勢いがすごいね。涼しそう。鳥がね水浴びしてます。それはこんな暑ければ水遊びもしたくなるわ。暑すぎて誰もいない。人少ないね。地獄だこの暑さ。ここ日陰もないしさ、やっぱ夜になきゃきついね、日中は。これはなかなかハードな天候です。特にね、何があるわけじゃないんだよ。噴水があったりさ、うん。まあ奥に美術館とかあったりするんだけどさ、マジでこの昼間ね動いちゃダメだよ。やばすぎ、暑さが。でもやっぱ奥に見えるメヒコの国旗がめちゃくちゃでかい。うわー、メキシコ来たって感じするな。これはこの日本代表のアウェーユニ白でよかったね。黒とかだったらやばいよ。確かに昼間は黒は着れないな。お腹が空いてきたんでね、ちょっと先に昼飯を食べようかなと思います。やっぱメキシコ料理食べたいよ、ほんまのね。楽しみだったんですよ、ずっと。メ
キシコ料理食べたかった。広場から割とすぐ近くにあるそこのお店にタコスがあるってことで、タコス食うか。ここにはね、日本語のメニューとかも書いてるし、結構日本人もウェルカムな感じなんだろうね。こちら頼んだタコスがやってまいりました。私のタコスとルークのタコス、あとフレンチフライズがセットになってだいたい3000円ぐらいですかね。めちゃめちゃ美味しそう。これは豚のタコスです。アボカドが乗ってるのがいいね。そして野菜も取れます。ではいただきます。野菜をね乗せて食べましょう。タコスはもちろんねメキシコで食べるのは初めてなので、この提供スタイルが初めて。どうやって食べるかよく分かってません。まあ多分こんな感じでしょう。正解。ということで出来たてなので熱々でございます。いただきます。思ったよりあっさりしてる。卓上にいろんなソースがあるんですけど、これだけだと本当にめっちゃシンプルな塩と胡椒の味。でもこれはこれでまあさっぱりしてます。撮影中に停電。こういうのもねあるあるだよね。ちなみに今日2回目の停電で電気復旧待ちましょう。はい、復旧のめどが立たないということで、もうこのまま続けます。暗い、まあ、もう見た目は撮ったから、あとは食レポだけお伝えすればいいですね。ソースが2種類あるんですけれども、赤色と緑の、見えますか？色は見える、わかる。赤いのはめっちゃ辛そうなので、私は緑色にします。やっぱこの辛みがなきゃね、俺はタコスは美味しくないと思う。ここにあるねハラペーニョも入れたりすると最高に美味しい。はい、もう乗せました。では改めて美味しい。全然違うでしょ、さっきと。全然違う。確かに辛いけどスパイシーな唐辛子のね、全然もう辛くて食べれない、お尻で火がつれちゃうみたいな感じではなくて、ちょうどいい辛さ。もうねメキシコ来たら絶対食べたかったもんね、本場のタコス。そうなんだ。この旅で多分ほとんどタコスばっかりになると思うけどそれぐらい美味しいよな。ごちそうさまでした。炊き汗。暑かったね。あの部屋エアコンが効いてたんだけど停電したからな。サウナ状態で食ってた。外の方が涼しいとは。今雲がね出てきてるから、こっちの方がいいかもしれない。本場のメキシコ料理食べた後は引き続きモンテレーの街をお散歩しますか。広場の床の一部が木製の板にですね、絵が描いてあって、このメキシコで戦うチームのユニフォームを着た男の人たちがいっぱい。ちゃんと日本もあります。書いてくれてねありがたいけど、誰だこいつ。ちゃんとでも日本人っぽい顔してる。ぽいかこれ。まあ、韓国とも言える。隣がメキシコです。この人もメキシコ人っぽくはないからさ。確かに。でもちゃんとこうやってウェルカムな感じでね開催してくれるから気概があるよね。広場に来たけど閑散としてるね。全然人がいません。暑すぎんだろうね。ただここの奥に博物館とかあって無料で入れるみたいなんで、せっかくなんで入ってみましょう。
でっかい国旗とモンテレーの山々、マジで綺麗だね。この山に囲まれてる分ね、暑いんだろうけどさ、ロケーションはめちゃくちゃいい。これが立派な建物ですね、ここも。すごいね。年季の入ってる建物。おー、中は宮殿みたいだよ。すごいね。天井高っ。声めっちゃ響くわ。入り口にね、とっても大所帯の警察官たちがいたんですが、普通に入れました。何も検査されてなくサボってたな。サボって井戸端会議して。中広場にもなってる。あ、すごい。吹き抜けなんだ。ねえ、青空が見えます。すごい素敵な場所やん。本当。そりゃなんかああいう衣装着て前撮りするよな。うん。お似合いだわ。いいロケーションだわ。そして何より涼しい。最高。涼しいね。これもなんかアートっぽいな。コマみたい。ね、マラカスじゃねこれ、メキシコの。ちょっとカメラで近づいたらすごいなんか全く何かわからない。どっから見た方が分かりやすかったけど、どっから見てもよく分かんないんだよな。こちらがミュージアムの入り口です。本当にお城の中に迷い込んだような謎の電光掲示板がある。こちら最初に出迎えてくれたのは昔の人をかたどった彫刻というか、そういったものです。ちょっと怖いよねこれ。漫画とかに出てきそうだけど、かなり怖いわ。化石とかもあるじゃん。こんな大きい魚が釣りたいね。釣りたい。何よりここがいいのはクーラーが効いてるの最高。とても涼しいです。子供の頃さ、こういう博物館とか行ってもさ、大して面白くないじゃん、クーラー効いてて最高ってその時も思ってたけど、大人でも思うんだな。ということは思考が変わってないということです。ガキのまんまですね。上の装飾とかめちゃくちゃ綺麗。宮殿っていうだけあるよ。わあ、これとか回して遊べんじゃないの。あ、ちょっと違うね。これ顔を変えてみましょう。これじゃない？どれが正解？わかんねえわ。なんかこれにも見える。しっくりくる。これは違う。違う。これも違う。違う。やっぱさっきのやつじこれも違う。この人だ。ゃん。誰？これ宝箱かな。めっちゃ頑丈じゃん。なんかこの鍵ミッキーみたいになってる。なんかミッキーマウスの鍵みたいになってるけど、こんなのも展示されてるのがモンテレーです。無料だからいいよね、本当に。興味深い。文字が一つも読めない。これはもう自分の学のなさに驚愕。これとか昔のモンテレーの絵でしょ。やっぱ山の形変わってないんだよ。昔はこんな感じだったんだね。何もない。でもここら辺はちょっと栄えてるね。今の都市部のところなんだろうね。以上が博物館になります。終わりました。そしてどこに出てきたんだ。さっきとは違う場所に出てきました。そこが入り口だったところだね。ああ、なるほどね。進めて最高の場所だったわ。面白かった。雰囲気だけでも味わうのがいいかもしれないです。異国のね、文化、歴史です。また太陽が出てきて暑さぶり返し。なんとこんなところにサッカーボールのモニュメント、しかも日本のやつです。日本の選手を模したイラストが描いてあったり、
日本語でも書いてある。これは日本人としてとても嬉しい。ホテルのすぐ近くにある広場にやってきたんですけれども、ここでもパブリックビューイングがやるみたいです。今試合開始の3時間前、大きいモニターと生バンド、これは楽しいね。そして広場の中はね、屋台がたくさん出てます。お土産もあるし、食べ物もある。今から地下鉄で乗ってメキシコ線のファンゾーンに向かいます。モンテレーにはね、地下鉄が走ってるんですよ。意外だよね。割とね、綺麗な駅っぽいしね。メキシコの地下鉄どんなものか、早速乗ってみましょう。無事に地下鉄の中に入りました。地下鉄に乗るにはカードを買うかアプリを使うか、どちらかになります。私たちは試しにこのカードをね、買ってみました。最初デポジットで20ペソ支払って、このカードをゲットした後にチャージする感じです。カードをね、先に買うのは日本の、スイカとかそういうのも同じ感じですね。で、券売機にはスペイン語とあと英語の表記があったので、わからない方は英語のボタンを押せばスムーズに買えると思います。地下鉄はこんな感じで、中も広くて綺麗ですね。これからみんなファンゾーンに行く人もたくさんいますね。今んとここのなんか臭いとかなんかそういうこともなく快適です。メキシコといえばコロナビール、そしてワールドカップ、電車もちゃんとラッピングされてます。電車が来ました。乗ります。地下鉄も結構綺麗でした。臭いとかもないし、冷房は効きすぎない、すごいなんか微弱な感じで静かに出ました。最初の駅着いて、ここから乗り換えです。はい。いや、モンテレーのこの景色やばいね。綺麗すぎ。そして乗り換えで下のホームに来たけど、エスカレーターは止まってるよね。向こうだけ動いてる。あるあるですね。で、こっから1番線に乗り換えて、今回ねファンフェスタやる公園まで向かいます。メキシコサポが多いね。最寄りの駅降りたら早速チャントが始まってる。さすがだよね。メヒコ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 、面白いよ。これがサッカーの文化だよ。開始2時間前でね、続々とサポーター集まってきてるよね。もうすごい熱狂的だよね。熱気がす本当にすごい。ごい楽しいの。試合始まったらどんなのか楽しみだね。駅の下降りたらもう早速混んでるけど、物売りもすごいね。メキシコといえばその帽子、ステッカーとかもいいね。いいね。応援グッズがいっぱい売ってる。メヒコグッズいいな。ハータとかみんな証拠たくましいな。開催国っていうのもあるけど、サッカー人気すごいね、メキシコの。楽しいよ見てて。みんな陽気だよな。メキシコ版の扇子とかも売ってるね。何でも売ってんな。
ポヨは今日メキシコを応援するということでフェイスシールド買ったけど、キラキラです。いやそれさイタリアなんよなイタリアっぽい。ちょっとね雑なフェイスシールだからね、国旗の真ん中のねワシとかが描かれてないのよだからイタリアなんよそれそこまではちょっとこのキラキラで表現することはできません。メキシコクオリティだなまあでもこれで応援する、ね、準備はできたね。はい。ね、こうやってみんな歩いて会場向かってます。すごい行列だよ僕は。盛り上がってるね。本ここがファンゾーンの入り口かな。当。おお。結構がっしりしたもんな場所なんだ。一応会場の中というか外側にいます。もう中に入るために皆さん並んでますね。まだ全然落ち着いてる。盛り上がってる人は盛り上がってるけど、意外とみんなちゃんと並ぶしね。とても優しいし、メキシコの人たち結構いい人ばっかり。これで中がねどんな風になってるのかが結構楽しみです。試合はねメキシコシティで行われるので、モンテレーの人たちでここのファンゾーンに集まってみるっていう人はめちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃ並んでおります。すごいね。信じられない人が集まっている。一応無料で見れるからねこんだけ来てるんだろうけど、それにしてもとんでもない人の数です。ほとんどねメキシコ代表のユニフォーム、日本代表ユニ着てるのはポヨぐらいじゃないめちゃくちゃアウェーですよ。でもメキシコ応援するんだったらね、もうメキシコの人はウェルカムだと思うからちゃんと応援しよう。はい。割り込みしたやつらでめっちゃブーイングしてるファンフェッサモンテレ入場来ましたね。ファンフェスティバルモンテレ、すごい人の数だね。すごい人だけど会場が広いから分散してる。結構会場はペットボトルとかね持ってこれないんだよね。持ち込みは NG です。なので会場内で買うしかない。はい。今試合が始まる1時間半前でございます。日がちょっと落ちてきて涼しくなってきた。そしてこの熱気を見てください。Hello! Viva Mexico! Viva México! ¡Vaya pan! Thank you! ウナフォト。日本人サポーターが全然いないから目立つね。目立つ。みんな写真撮ってくれ写真撮ってくれっつってさ、やっぱこのユニフォームかっこいいからじゃない。これはかっこいい。いいよね。みんな優しい。いいよね。やっぱサッカーはすごいよ。バンコク共通だよ。本当に楽しいよね。日本応援してるよって言ってくれるメキシコのサポーターの人もいっぱいいた。最高だよね。ただ人はめちゃくちゃ多いから盗難のリスクだけねあるよね。それは本当に気をつけないといけない。そこは怖いよね。ポケットには何も入れない。最新の注意を払って楽しみましょう。はい。飲み物買ってみようか。買おう。会場内はねこういう風にドリンクステーションっていうのがあって、そこでビールとか飲み物買えるっぽいね。結構並んだね。並んだ。30分やんだかな。でようやく来ました。値段はまあまあ高いね。支払いはね、まあビザを推奨してるんだけど現金でも払えるみたいなんで、そこは嬉しいね。モヒート作ってもらった。これ辛いやつでしょ。チリ。うわー最高だ。メキシコって感じだね。ここで直接作ってくれる。わあいいね。唐辛子いる。めっちゃ辛そうだけど大丈夫。大丈夫です。すごい。しかもこんな大きいカップに入れてくれてんの最高だね。ではいただきます。乾杯。辛
感みたいのが染み渡るわ。最高だよな、このメキシコの夏。いや本当にこれは美味しい。じゃあこれで飲んで試合開始まで待とう。はい。ここメインスタジアムからメイン会場のモニターの方なんて人やばい。もうこれ以上先行けねえよ。見れないね。もう一個ね別のモニターがあるからそっちで見よう。¿Cómo estás? Mira, México, México. いよいよ試合が始まりますね。これコカ・コーラからもらいました。メヒコのハッピーだよね。ハッピーいいよね。どっちを応援するの？メキシコ応援します。応援しましょう。頑張ってくれメキシコ。ここ第2会場なんだけどすごい人だよね。もうメインは入れなかったけどその人たちがここに溢れてる。すごい。迫力だよね。みんな歌ってるもん。ね。うわーいいね。ワールドカップって感じする。振りがもう対決してる。すごいよな。これは胸が熱くなるよ。めちゃくちゃいい試合。Y fíjate lo que sucede en el área que es importantísimo. Iñaki Nueves llega con el segundo 9 con Raúl, al segundo palo Raúl.はい。ということで見事メキシコ勝利しました。イエーイ。会場の熱気がすごすぎてもう人からね湯気が出るぐらいめっちゃくちゃ盛り上がってました。実際にね行ってみると本当にウェルカムな精神がとっても強い方たちばっかりで、こちらもですね全然国は違うんですけれども楽しむことができました。日本代表戦はあと2日後ですね。今度はスタジアムで観戦します。皆さんお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。